ガジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は長崎県にある壱岐島に子宮系女子って呼ばれるスピリチュアルな集団が出入りしてるっていう記事をちょっと紹介したいんやけど、そもそも壱岐島に8年ほど前に子宮系女子って言われる集団が島に出入りしとったんやけど、それが最近なんでまた話題になってるかって言ったら、今年の3月に吉野さやかっていう人が、カフェオープンしたんやけど、6月に島の駅一番館を JA から事業継承するためにクラウドファンディングを始めたよね。で、それが最近1000万の集金に成功したってことで記事になって、で、また5億のクラウドファンディングで、駅とかを、改装しようっていう話題になっとったんよね。で、そもそもこの最初でも取り上げた子宮系女子っていうのが、吉野さやかっていう人が、もともと子宮委員長春っていう名前で、いろいろ本とかを出しとったから、そう呼ばれるようになっとんだよね。で、この人自体は、2018年に壱岐の島に移住して、そこで活動しとったんやけど、2021年に壱岐の島で一番古い神社の宮司さんと結婚して、で、もう今ずっと畑や神社をプロデュースしながら生活してり、本を出しとりしとるっていう人なんよね。畑をプロデュースってなんかようわからんけどな。そう。だから経歴だけ見たら、なんかすごいうさんくさい人やなっていうのが、正直な感想なんやけど、客観的に見たら、JA から赤字経営やった一番館をそういう事業継承するためにお金集めて一応取り組んで地域活性っていう面ではやることはやっとるんかなっていう感じの印象なんですな。経歴はともかく。でも、子宮系女子って言われる集団と関係ない人から見ると、ただのなんかスピっとる人たちにこの壱岐の島が乗っ取られとるっていうそうやんな。印象やけどな。俺も最初この記事見たときに、やっぱ宗教っていう対しての偏見じゃないけどさ、日本は結構そういう宗教に対していい印象ってあんまり持ってないやんか。特に新興宗教にはな。特に今回のその宗教の大元が子宮系女子っていうワードがもうなんか馴染みなさすぎてさ。そうやな。子宮系って多分ほとんどの人が聞いたことないと思うんやけど、調べてみると子宮系っていうのは、女性器であるその子宮をなんか重視しとって神聖化しとるのな、子宮を。そういう人たちの、スピリチュアルなメソッド、手段とかのカテゴリーを指す。っていうことなんよ。だから、ラーメンが二郎系とか家系に分類されるような感じで。そういうくくりな。カテゴリーの一種で、具体的には、パワーストーンを呪術つなぎにしたものを子宮の中に入れて、子宮からパワーを取り込むみたいなことをやっとるらしくて。はい。その呪術つなぎにしたそのパワーストーンのアイテムのことをジェムリンガって言うんやけど、見た目がさ、もう完全にアナルビーズなんよ。ググったらわかるけど、そやな。アナルビーズやな、あれは。アナルに入れるか子宮に入れるかだけの違いなんじゃないの。この、吉野さやか氏は結構本とか出しとってさ、で、その本の中身を見てみると、子宮の声を聞くと、なんか全てうまくいくみたいな感じなんよ。自分の欲とか、眠たいとか仕事に行きたくないとかそういうのは全部子宮から出とるんやと、声が。子宮の声を聞けば自分が今思っとることが全部理解できるっていう一種の宗教チックな、スピリチュアルやんな。そういう考えを発信しとる人なの。壱岐島の問題に関しては、2018年に吉野さやか氏が移住してくる前に、ハッピーって言われる人が、その壱岐の島におっ。そやな。今から8年ほど前から、やから2016年ぐらいからの問題っていうか、話なんやね。このハッピー氏が、なんか壱岐の島で幅を利かせ始めて、このハッピー氏はなんか、本名が、前田幸、旧姓竹越幸っていう人で、出身が三重県の人で。三重ですか。我々の地元の一緒の。我々の。この人が、この壱岐の島で縄文祭っていう祭りを企画して、この人がもともとはインフルエンサーじゃないけど、自分の信者みたいなのがいっぱいおる人で。スピリチュアル系の。そう、スピ系の人たちの信者がおる人なの。なんか当時その、縄文祭っていうのを2018年に企画した時に、もうこの壱岐の島の観光大使を務めとったの、この人が。で、縄文祭っていうその祭りを企画して2000人
近くが来場したって。すごいな。うん。壱岐島の人口が2万4千人とかやから、その10分の1ぐらいに当たる人たちが集まって、しかもほとんど当該の人が集まったんやな。うん。まあもともとそういうハッピー死をしたっとる、まあいわゆる信者の人たちが島に行ったんやな。その縄文祭に参加するために。でも2000人ってすごいな。そう、2000人っていう数がまあすごくて。だからその時の開催日前後のフェリー、島に行くフェリーとかほぼ満席になって。ああ、やろうな。うん。で、イベント終了後の深夜とかも、会場内で、なんか朝まで寝袋で過ごすような人が溢れて。ああ、はいはいはい。ぐらいなんかすごい盛り上がったらしいんやけど。うん。ただ、普段、壱岐の島にはないようなイベントだったらしくて、巨大なモニターとかスピーカーを使って、爆音で踊ったりとか、ファッションショーとかダンスとか、まあそのダンスとかをやったりして、うん。花火大会とかもやったのかなフェスやな、もう。でも、そのイベントの内容とかについてはあんまり、その市民には、島民にはなんか説明がなかったらしくて、騒音問題とかが起こって苦情が殺到したらしくて、このイベントの後に、このハッピー氏は、まあ、観光大使を解任されたの。ああ、やっぱり評判悪かったんや、地元民からは。まあ、この縄文祭が結構闇深くて、チケットが3万3千円。高っ。で、チケットプラス寝袋、プラスセミナー、プラス朝食で5万5千円とか。で、ステージ最前列エリアのチケット。いわゆる S 席みたいなもんやろ。が8万8千円とか。高っ。8万8千。まあでもそれでもまあ2000人近く集まってるからね。やばいな。1億近く集金したってわけ。いや、スピリチュアルの世界はよくわからんな、本当に。だからこれで、その島にお金が落ちたりな。まあ恩恵は多少あるんやろうけど、うん。まあ実際フェリーとかが埋まっとるわけやから。ただ、寝袋とかをさ、配っとるから、宿泊施設にはお金がほとんど落ちてないらしい。そうやな。まあ飯とかもつけとるしな。だから、壱岐の島自体は、行政自体は結構懐疑的な目で見とる。まあ、壱岐の島にお金を落としてなく、ただ単に荒らすだけ荒らして帰ってったって感じか。公認のその、吉野さやか氏は別に観光大使とかなってないんやけど、この集団の競争を引き継いどって、その宮司ともさ、結婚してさ、結構な権力を持ってしまっとるんじゃないかっていうのと、まあ、そうやな。あとまあ、島の駅事業をさ、継承しとるから、結構な力を持つ存在になって。多分これからの話にはなってくると思うけど、まあそれで島民の人がどう思うかやと思うな。でもやっぱ対外的な目で見たら、壱岐の島自体がそういうスピリチュアルな集団に取り込まれていくじゃないかっていう心配しとる人もおったわ。記事見とったら。本人たちは別に宗教とは名乗ってないから、まあ宗教団体、まあ傍から見たら宗教団体やけど、まあ怖いよな。傍から見たらな、なんか、壱岐の島にちょっとマイナスなイメージが持たれとる。どうしてもな、ちょっと持ってしまうよな。なんか行ったら取り込まれそうやもんな。そう。まあ冒頭も言ったけど、結局宗教自体にあんまりイメージを持ってないから、やと思うんやけど。宗教自体は別にな、新興宗教自体が別にイコール悪いものってわけではないんやけど。そう。あくまでも個人の問題やから、別に俺らがその宗教とやかく非難するつもりはないけど、その宗教に限らずこういうスピリチュアルな界隈に、そういうハマる人の心理っていうのが、今ちょっとよくわからんのさな。それこそさっき5万も8万もするようなチケットをわざわざ買って、壱岐の島まで行くような人の心境がわからん。まあ、特に地方でもあると思うけど、特に都会の方がこういう宗教みたいなことは多いんやろ。まあそうやな。なんか俺も会社にそういうスピ系の、なんかちょっとスピっとる人とかおるんやけど、その人が言っとったんやけど、東京やと代々木上原っていう駅があるんだけど、その周辺が結構スピリチュアルスポットって有名らしくて、それもな、ちゃんとな、理由があんのよ。代々木上原っていう駅が小田急線の駅なんやけど、小田急線って線路が方向的に富士山の方に向かっとるらしいんよ。はい。だから、その富士山って結構スピ系の界隈ではパワーがある場所やから、そこからの木がその線路を伝って降りてくるのが代々木上原っていうことらしくて。そうなんや。一応そういう論理に基づいた。そう。だからその辺は占いとかも多いし、その辺にだから、いわゆるスピっとる人が住んどることも多いらしいよ。まあでも、富士山
にそういうパワースポットがあるかどうか置いといて、まあそれも一種のあれやんな、よりどころやんな、そういう。まあまあ、そうやな。うん。そう宗教で救われる人もまあ実際おるわけやしな。そう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 。まあもっと言えばさ、例えばその神社とかでさ、普通にまあ仏教とか神道とかでさ、うん、地震災とかさ、交通安全でなんか車をなんかお払いしてもらうみたいなもさ、一種のまあ献金みたいなもんやん。あ、まあ、そやな。金額は違えど、まあそのフェス、縄文祭とかに行くのとまあ同じようなもんなんな。まあ、そやな。よりどころやん。神様に頼る。やっぱ宗教にハマる人って何かに依存してないと生きていけんような人がやっぱハマりやすいっていう気がするんさな。あとなんか勉強ができる人とか、なんか学歴高い人とかも結構ハマるって聞いたことあるな。学歴が高い人な。やっぱ真面目やから。そうそう、真面目やし、親からの教育でさ、勉強しなさいみたいな、その人の言うことを聞くことが当たり前で生きてきた人たちやから、教祖とかに出会って、なんかこうすればうまくいくって教えられたりすると、まあそれをなんか信じ込んでしまうみたいな傾向にあるらしいよ。そうなんや。ひろゆき、2チャンネルを作ったひろゆきさんも、このことに対してちょっと言っとってさ、宗教にハマる人の心理な。で、これも中途半端に勉強ができる人ほど、私はこうしたら成功しましたみたいな他人の歴史から学ぼうとする人が多いから、それっぽい証拠やデータを出されると、信じ込んでしまうって言うとんのさな。歴史とかを学ぶ感覚でってことかな。そうそう。オウム真理教とかもさ、幹部には結構高学歴の人がおったりするんだ。そうそう、それこそ東大とか、多かったんやろ。あと日本赤軍とかも。話は戻るけど、この壱岐島がさ、決してその大きい島ではないからさ、この2000人が縄文祭っていうその祭りに訪れとって、まあ、どんどんその信者がさ、集まってくるとさ、下手すりゃその選挙とかでさ、市長にさ、そのスピ系の代表がなってしまうみたいなこともまあ、あり得るよな。確かにな。実際に、その壱岐島で家買ったみたいな人も、やっぱおるみたいやからさ、その信者の人でな、移住して。だからもう。ちなみにこの子宮系っていうのはさ、元アナウンサーの小林麻也さんが、なんかな。進行しとったっていう噂があるよな。後輩のアナウンサーとか、スタッフさんにも、こういうジェムリンガーを勧めとったかわからんけど。このさっき言ったさ、ジェムリンガーっていうその子宮に入れるパワーストーンを後輩とかに勧めとったっていう話もあるよな。そのせいで番組降板したりとかしとるの。仕事に支障出とるかな。宗教自体悪くないとは言ったけど、ちょっとこのイベントに8万とか5万はやりすぎやろっていうか。ちょっと普通の常人の感覚では。明らかに割に合ってないからな。そう、それに対価として得られるものが何なのかっていうのが疑問ではあるよな。その5万とか払って、イベントの参加と寝袋と朝食、食事かな。寝袋ってなって思っちゃうけど。アマゾンとかでも買えるような2000ぐらいの寝袋らしいで。まあそう、買う側が価値を感じとんだったら。そう、寝袋を利用することで自然の力を感じるとか、自然神と一体になることで、あえて野宿をするらしいよ。まあで、その寝袋じゃないとあかんのやっていうことなのかな。まあとりあえず運営の趣旨で寝袋で過ごしなさいっていうやつがあったから、市内各所の、民泊とか旅館の宿泊利用は当初の予定よりもだいぶ下回っとったらしい。しかもこれ10月とかに行われとるから、気温12度とかやったらしいで、最低気温が。すごいな。スピリチュアルの力すごいな。でも。いや、すごい。本当に、ちょっと理解できません。仏教とかもさ、最初は新興宗教やったわけやから。まあ確かに。なんか嫌がそこに対してな、あれやんとか、何でもかんでも新興宗教は潰せっていうのもまたちょっと良くないというか、まあ、信仰の自由があるからね。だし、神社で売っとるお守りとかもさ、なんかただの巾着袋にさ、お札とかが入っとるような、それ自体には、そんな1000円も価値はないわけやんな。いや、揃えようと思えば100均で揃えるようなもんばっかりやし。でも俺らもそれをさ、お守りとして、やっぱすがるやん。それに買うやん。300円とか400円。まあありがたがってな。しかも、お守りに対してさ、懐疑的に思う人ってのはまあ、今の時代、まあ少ないやんな。そんなに。やばいもん持っとるとか思わんしな、別に。だから極端な話、俺らはそのお守りにすがっとるやつを、このスペチュアルな人たちは、子宮系であったり、ハッピー氏の信仰にすがるっていう、よりどころがお守りになるか、ハッピー氏になるかの違いなんじゃないの？そうやな。まあだから、まあちょっとオウムとかの
前例があるから、うん。やばいみたいなイメージはあるけど、まあ別に、うん。まあイベントはちょっと近隣の迷惑にはなるかもしれんけど、他人に迷惑かけん範囲で信者が、まあ貢いどるっていうんやったら、まあ別に神社とか寺と一緒やから。うん。まあそうやな。今回のその、吉野さやかさんのクラウドファンディングも、地元住民がそれで町おこしになるんやったら、表面上は悪い気はしてないんじゃないかなとは思うけどな。まあ、あくまでも全然関係ない島民以外の意見やからあれやけど、実際の島民はちょっとわからんけど、ちょっと今後どうなるか。とりあえずこのクラウドファンディング5億が成功するのかどうか、また小さなニュースになると思うから、そういう情報をこれから注視していきたいと思う。見守っていきたい。我々もいつかちょっと機会があれば、壱岐島に観光に。現地を実際に見て、リポートしてみたいよな。純粋に俺ら、結構離島に憧れがあるから、いろんな離島行きたいと思ってるから。まあ、壱岐島自体はな、海も綺麗やし、魚も美味しい場所やから、純粋に観光地みたいっていうのはあるな。まあそんな感じで、今日は長崎県にある壱岐島に子宮系女子と呼ばれるスピリチュアルな集団が出入りしているという話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。